皆さんおはようございます。アクタスの商品開発の野口玲です。ですね、今日は、アクタス丸の内店のオープン前なんですけど、そこからちょっとお送りしてみたいなと思ってます。今日はですね、テクタ、アクタスがずっと取り扱っているテクタについてちょっとお伝えしてみたいなと思って、今日少し特設会場みたいなところからご案内をするんですけど、テクタとか、あとバウハウス、あとモダンデザインとか、なんかその辺を深掘りできるといいなと思っております。ちょっと素敵なゲストをねお招きしたいなと思うんですけど、ご紹介します。編集者でいいですかね。はい、そうですね、はい、編集ライターと、デザインジャーナリストと言われることもあるんですが山田義直と言います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そうですね、山田さんとはお付き合いも結構長い、僕たち同い年で、確かにね、もう十数年ですね、はい。なんか国内外いろいろご一緒してるんですけど、テクタにも一緒に行ったことがあって、今日はテクタ語るんだったらもうこの人しかいないなと思ってよろしくお願いします。はい、お願いします。テクタってすごいちっちゃい会社で、意外と多分3、40人ぐらいの会社なんですよね。でなんですけどベルリンのバウハウスアーカイブがオフィシャルにこれはバウハウスの家具として現代まで受け継がれているっていうこういったマークがあるんですけど、これですね、これですね、はい、このマークのコレクションを多分世界で一番有しているのがテクタでもあるんですね。はい、っていう家具もありつつ、なんかこういう今までもちょっと紹介してきたんですけどね、こちらずっとアクタスの方でももう30年ぐらいですかね、販売してる M21 っていうテーブルなんですけどね、テクタ自体は別にバウハウスマニアの会社ではなくて、全然、スピリットとしてバウハウスっていうものがあって、それも過去のものっていうよりも、今のものでもあって、なので新しいデザインも作り続けているんですけどね。でその文脈の中にモダンデザインっていうものがあって、でこういった彼が出会ってきた人たちとの協業の中でこういう美しいテーブルを作ってくれるみたいな、こういうのもやっぱり彼らのテクタのすごいやっぱり素晴らしいコレクションの一つかなっていうふうに思うんですよね。いろんな人のデザインを、ミックスさせたっていうわけでもなくて、結局それはそのアクセル・ブロホイザーというテクタの前代表の方が自分で形にしていったわけなんですけど、これがプルーベの描いたスケッチのままの天板で、それをじゃあ何に載せるかってなった時に足を考えていって、丸い穴はプルーベがよく作っていたドアが、光を取り込むためとか軽量化するために丸い穴が開いていて、でそれをそのままモチーフに、これはあれですよね、スミソンたちがアドバイスしたんですよね。で、ガラスの棚がここについているんですけど、もう意外と効いてるんですよね、ちゃんとデザインとしても。ね、でこれがステファン・ベベルカというアーティストなんですが、これはアドバイスで、なんかベベルカが展示会かなんかでやってた、なんかガラスの棚を渡すみたいな、なんかそういう展示会があって、そこから着想を得たっていうふうにおっしゃってましたね。なんかすごいなって思うのは、そのジャン・プルーベとかアリス&ピーター・スミソンのこととかベベルカのことを我々がお客様にとくとくと話してるわけではなくて、この造形がなんかもうすでにその存在価値みたいなものをお客様に伝えてくれていて、なんか伝わり続けてるみたいなところがすごいなと思うんですよね。なんか一番デザインがきっと嬉しいんじゃないかな。その造形がもう全部語ってくれるみたいなところが一番いいですね。人の名前で記号的に楽しむ、もちろんその楽しみ方は否定できないし、そういう人も多いと思うんですけど、そういう記号を剥ぎ取ってもっと素直にものとして楽しむっていうことができるテーブルですよね。本当にそう思います。であとはテクタって言ったら結構やっぱりカンチレバーの椅子、やっぱり特徴的なのでちょっとご案内してみたいなと思います。ここにもあれですもんね、プルーベの影響みたいなものは
ぱりねありますね。色濃くありますよね。はい。肩持ちと言われる、ここに足がないというか、ここがこう浮いているというので、クッション性もあるし軽やかに見えて、座り心地にも寄与してるし、デザインとしてもすっきりして見えるっていう、1910年20年代に発展していった椅子の形なんですけど、で、建築にもこういう形があるんですが、テクタはとにかくこの構造の椅子が多いですよね。多いですね。プライスリストって資料を見てるとほぼカンチレバーの椅子だけでこう埋め尽くされてるみたいな、いろんなバリエーションがあってそうですよねすごい。実際これ B20 っていうアクタスの中でもロングセラーになってて、去年またちょっとこのコード版のところの素材を変えてリローンチした椅子なんですけど、やっぱカラーバリエーションだけでもこんだけ何が変わったんですか？素材をこうポリプロペラのロープ状のものに変えて、なので少しこうしなりがいいような感じのものに変わったんですけどね。今ね2024年の10月ぐらいにローンチもう一回再販売してるんですけど、すごいやっぱりご好評いただいて、強度面もやっぱりすごい安心に、なったみたいで、満を持してまたアクタスの方でも販売開始してます。なんかそのバウハウスの精神ってそのオリジナルの家具を愛好される方で、もちろんその気持ちもすごく僕も気持ちめちゃくちゃよくわかるんですけど、一方でやっぱりそのバウハウスって新しい技術をどうやってその生活の中に取り込んでいくかっていうことが大事な精神の一つにあると思うんですね。で、なので本当はこう時代時代に合わせてアップデートしていくっていうか、例えば環境性能も含めて環境負荷の少ない素材をどういうふうに取り入れていくかとか、そういうふうなアップデートをしていくっていうことが企業の在り方としてすごく大事なことなので、そういうふうなこうアップデートを常にやっているっていうところもすごくテクタらしいなという感じですね。なんかやっぱりテクタのアクセル・ブロホイザーさんってやっぱりすごいもともと技術師でもあって、もともとアーティストをこう志してた方でもあるので、画家になりたくて本を探してたらバウハウスに行き着いたんですよね。でブロホイザーさんのお父さんからは画家になっても全然儲かんないからやめろって言われて、でもやっぱり好きでみたいなものがもともとあったんで、この辺もアクタスの方でずっと販売しているサイドテーブルなんですけどね、K22 っていうやつなんですけど、これもアレキサンダー・カルダーのモビールからこう天板のモチーフ取ってるんですけど、なんかその辺の着想もすごいチャーミングですよね。そうですね。なんかこう家具然としないというか、なのでその時代ってコルビジェとかもそうですけど、フェルナン・レジェとか、カルダーとか、ピカソとかもそうですけど、いろんな人のアートもあるし、そのデザインもあるし、建築もあって、総合的にもっと空間っていうのは考えられていて、だから必然的にこういうカルダーの美しいフォルム、ちょっとここの貝殻みたいな形をそこに参照しようとかっていうことは、極めて彼にとっては普通の出来事だったんだろうなっていう。そうですよね。すごいアート性みたいなものがね、やっぱりコレクションの中にあることで、なんかこうすごいこう豊かですよね。なんかテクタのコレクションって、なんかすごいテーブルがあります、椅子があります、ソファーがありますのちょっと世界観ではなくて、バンとコレクション全部見た時に打算性を感じないみたいな、なんか売れたいですとかではない何か良さみたいなのが、なんか個人的にすごい好きですよね。本当にコレクションになんか打算性がないので、猫作るとか、猫です。そうなんですよ。これ猫の、オブジェかわいい、なんですけどね。すごいなんかテクタのね、本社ローエンフォルデってとこにあるんですけど、やっぱりすごい美しい自然の中でそのすごいクリエイティビティあふれるなんかそういうエリアと空間の中で仕事してるんですけど、なんか彼らの働き方自体もすごいなんかこう穏やかで、その息が詰まる感覚が全くなくて、みたいなところで働いてると、こういう着想も出てくんだなみたいなところがなんか魅力の一つかもしれないですね。でいろんな本当に名作の中に今のコレクションたちがこう同じテンションで存在できるみたいなところがやっぱりテクタのいいところですよね。これはアーカイブなんです。それをエッセンスとして今全然違うことやってるんですっていう、アーカイブをありがたがる会社っていうよりも、
なんか一緒なんだなっていう。なんかバウハウスは確かに1919年に生まれた教育機関であって、そこからいろんなものを生み出されたし、名作も生み出されたけど、いや今その考え方とかっていうのがこうちゃんと紡いでるのがテクタかなって思ってるので、だから昔の作品見ても今の作品見てもなんか気持ちいいですよね。テンションが同じっていうか、なんかそんな感じ。まああんまりその何年に作られたとかそういうのが感じないですよね。そうですね。確かにそれはこれだって新しいんですもんね。これ新しいです。これ多分、アンドレ・バイザーっていうまあ今活躍するデザイナーとのテーブルですけど、かなり最近。これシンプルで可愛いですよね。可愛いですね。なんかベルリンの多分鉄橋か何かかなから着想を得たテーブルですけどね、すごい可愛いし、この辺もそう。このスプリットチェアもね、いやこれ新しい椅子なのに、これバウハウスの時代にデザインされましたって言われたら、あ、なるほどっていうふうに思っちゃうぐらい、あんまりこう時代を感じないというか。そうですね。はい。これ僕テクタのコレクションの中では結構好き。うちのスタッフでもやっぱり好きな子結構多いかな。すごくその綺麗な椅子ですよね。本当そう思います。だからまあバウハウス自体は別に完成というか終わりを迎えてる考えではないので、まだまだ今の時代に応用ができるという。そうですね。このテーブルはこれも新しい。本当、わかんないですよね。わかんないです。どれがどれなんだか。これもこうやって開いて、ここの支えがなんかすごい浮遊感とアート性がすごいあるんですよね。で造形が変わっていくっていうことがこうなんか同時並行で行われていく。でこれもなんかアート性とかそういったことに動きと機能が全部内包されてるんですよね。テーブルとして大きくなったっていうよりもこう顔が変わっていく、表情が変わっていくっていうのがすごい。このテーブルいいですね。すごくいい。すごくいいんですよ。この支えがね効くっていうのが結構チャーミングで。チャーミング。いいですよね。でこれもベベルカ。これもステファン・ベベルカですね。これもすごいエッジのこう回し方とかものすごい綺麗ですし、マンションのサイズとかもどんどんやっぱコンパクトになっていってるところもあって、でこれ多分やっぱりオフィス用とかデスク用なのかもしれないんですけど、今ちょっとコンパクトになっていった今の住環境の中でいうと、これって 2,3 人のいいテーブルになるなっていう感覚もあって、これもなんか造形がちょっとなんか時代にマッチしてきそうだみたいなところを今ちょっと感じてますよね。やっぱりその、ノートパソコンとかコードレスな道具が増えたことで、今場所ってそんなに規定されないので、どうやったって働けるっていうか、平たい面さえあればどうにもなるので、まあこういうような別に真四角の机である必要がなかったりとか、ちょっとだからよくあの時代にこんなこと考えたなっていう感じがしますね。この辺もね、なんかシンプルだけどすごいこの辺陰影めっちゃ綺麗に出てくるし、こうまっすぐに落とさない、90度に落とさずに、まあ角度つけて落としてるっていうところとか、なるほど。すっごい綺麗。なんかもうね、色分けしてるっていうぐらいのやっぱり陰影の効果ってこういったところにやっぱり出てくると思うんで、まあアーティストですよね、やっぱり。でここはバウハウスの初代校長のグロピウスの校長室をモチーフにスタイリングをされた。で坂原文子さんがスタイリストで入られていて、っていうことなんですよね。そうですね。だからこのソファ、これはグロピウスが実際校長室で使っていたものです、ね。そうです。はい。それを今テクタがずっと製造しているんですよね。この肘掛けがまさにキャンティレバーの構造になっていて、まあこれをキャンティというのかどうかもちょっと逆向きですけどね、普通とはね。あれですけど、一応肩持ちは肩持ちですよね。で足もね、そういう形になっているので、ちょっとこう浮遊感があって、結構癖はあるんですけど、意外とファッションブランドのブティックとかに置かれてたりとかもしていて、まあ存在感があるっていうのと、まあ座り心地が、ね、結構まあここら辺はバウハウスの当時のやつはどうだったかちょっと分かんないですけど、今は座り心地いいですよね。そうですね。ちゃんとその辺はね、やっぱり今の暮らしに合わせてアップデートがされているので、まあ、椅子としてもしっかり座り心地がいいですしね。バウハウスって一般の人から言うと結構ストイック、白黒、あとガラス
金属みたいなイメージがあるんですけど、色味がすごく似合うんですよね。もともとはこれネフ、これもこの名作なんですけど、これ自体もバウハウスでデザインされてるもので、ヨハネス1点とかそういういろんなアーティストというかで、バウハウスはもともと黄色と赤と青と白の、いわゆる一番ポピュラーなカラーをいろんなところで使っていて、バウハウスの建物なんか見てもその色がいろんなところで差し込まれてるんですけど、なんかこう黒と白とこう、金属みたいな世界だけでは実は全然なくて、そうですね、こういうような色味を使っていくことの方が、むしろバウハウスらしい色使いではあるというか、そうですね、色をもっと楽しんでるという感じですね。もちろんすごいね、バウハウスについてお詳しい方もいっぱいいらっしゃるんですけど、でもそうじゃない方って結構とっつきにくそうみたいな感じもあるんですけどね、でもなんかそれよりももっとなんかこうクリエイティブな弾んだ感じとか、日常の中にすごくこう本当にこう溶け込むじゃないですけどね、こうなんかすごくいいエッセンスとしてあってほしいなって思うものかなって思いますけどね。ブルホイザーさんとジャンプルーベってやっぱ彼にとってみたらね、やっぱりすごい切っても切れない仲だったんですけど、これちょっと珍しい椅子ですね。言うなればテクタとジャンプルーベをつないだというか出会わせた椅子ですかね。これ山田さんもともと知ってました？いや、知らなかったですね。僕そのプルベの本も編集してたりするんですけど、結構スケッチだけ残ってたものっていうのが少なくないのかなという気はするんですが、その中の一つなんですよね。そうですよね。でこれはテクタの前オーナーのアクセル・ブルホイザーさんがこの椅子にこう見せられて作るんですね。でその作ったこの椅子を見てステファン・ベベルカがここまで成功にできたんだったらもうジャンプルーベに見せるべきだって言って、ブルホイザーさんはドイツからプルベに電話をするんですけど、ドイツ語対フランス語で全然意思疎通ができなくて、で車を走らせてプルベの展示会までこの椅子を持っていくんですね。で人の展示会の入り口に勝手に椅子を置いてしまうっていうまず暴挙の写真がここに1個あってで実際これがその時に展示会場にいたプルーベにこの椅子に座ってもらう D80 っていう椅子に座ってもらってるあれなんですけどね、ここでジャンプルーベとテクタが出会ってここから協業が始まっていくっていうそういう始まりの椅子ですね。嬉しかったんでしょうね、やっぱりできたことが。そうですね。だからそれでプルベからもう少しこうした方がいいとかっていうアドバイスがここであって、でそこからこうやり取りがあって、そうですね。でこの D80 と呼ばれる、リクライニングチェアですね。そうですね。これはねちょっと残念ながらもうテクタでは作ってないので、これはちょっと今日特別なこうちょっと展示用にねテクタの方から借りてるんですけど、そういったこうプルーベとのこう出会いみたいなものが後にこうテクタの中に彼のコレクションを作っていくっていうことではなくて M21 だったりとかカンチレーバーの椅子みたいなところにこううまくこう昇華されていってこう今のプロダクトにこう紡がれていってるみたいな感じなんでしょうかね。なのでプルベは今は2025年の今はもう誰もが知ってるし、すごく評価の高い人なんですけど、この80年代っていうのは、プルベが一番こう、歴史の中でちょっとこう忘れられかけているというと乱暴かもしれないんですが、その時もプルベってポンピドゥセンターの、建築家を選ぶコンペの審査委員長もやっていて、彼自体は自分のこと建築家ではなくて建設家というふうに言っていたんですけど、なので、家具はもう手離れしてしまっていて、もう家具を作っていない時期なんですよね。で、その中で多分こういうその昔自分が描いて実現しなかったスケッチを、当時のブルホイザーさんは、若者と言っていいのかどうかちょっとわかんないんですけど、プルベからすれば若者が突然こう仕掛けて、自分が昔描いた絵を持ってきて、その頃のプルベはもう今
とんでもない価格で取引されてるオリジナルの椅子はそうなんですけど、当時はその飲みの市でもう2足3本で買えるような椅子だったと言われてる時期に、こういうものを、情熱を持って作ってきて、プルベ自体もすごく嬉しかっただろうし、もしかするともうちょっとその長生きしていたらもう少し何か家具の新しい発展もあったのかもしれないなという気はしますけど、これがまさにそういう意味での貴重なですね。座ったことあります？ないですあるかもな。テクタのねミュージアムって基本何でも座っていいじゃないですか。多分座ったと思いますけどリクライニングまでは動かしてないちょっと怖くてねなかなかできないですけど、テクタの本社にミュージアムがあるので、ローエンフォルデっていうとても小さな、町まで、時間をかけていくと貴重なコレクションが見れます結構すごいものがねありますね。いっぱいありますね。本当にミュージアム、まさにミュージアムですね。ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。長かったですかね。これ何分に編集されるかわからないんですけど、現場は結構長くて掘れば掘るほどみたいな話でしたもんね。ですね。これでも結構コントロールした感じでしたけどね。でもなんか面白かったなと思ったのは、今日話してて勝手に椅子欲しくなった喋ってる過程でどんどん欲しくなったし、なんか喋ってて好きになってったみたいな。でテクタと仕事長いですけど、好きになってったこの1時間半ぐらい喋ってるそのぐらいでした。なんかやっぱり人と話すと、見方が変わったりとか、なんかその新しい魅力に気づけたりとかはあるのかなという気はしますね。本当そのぐらいなんだろう、本当打算性なくその昔の名作をなんか掘り返してるっていうことじゃなくて、本当にテクタってなんだろうな、一個一個の商品がちゃんといい存在っていうのかな、なんていうんだろうな。信念があってもの作ってるんで、なんかやっぱりブレない、その時代の中でアップデートされたりとか、例えばちょっと可愛い色を使ったりとかってこととかいろいろあると思うんですけど、でもやっぱりその根っこにあるものがブレない。それがね、なんか一個一個の商品に現れてるなみたいなことがやっぱりあって、なんかそれがなんか昔の作品も今の作品もすごくパンと並べて並列ですごく一個一個等しく美しくみたいなところがテクタのコレクションかなと思ってます。はい。また行きましょう、テクタ。行きたいですね。時間かかるけど。はい。というわけで締めましょうか。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。